画面。ぼんやりとしたゴシック様式のブランフィールドホールの外観。風に揺れる木々と暗い空。音楽がゆっくりと始まる。ビオラとピアノの響き。徐々にリズムが強まる。ナレーター。落ち着いた力強い女性の声。19世紀イギリス。不健性が女性の身体と心を檻に閉じ込めていた時代。その中で一人の女性が立ち上がった。彼女は言った。私は人間だ。男性と同じように愛し、考え、抵抗する権利がある。と、画面転換。赤い部屋、赤いカーテン、金属製のベッド、鏡に映る幼いジェーンの瞳。ナレーター。ここはレッドルーム。家族が彼女を閉じ込めた場所だ。しかしこの部屋は単なる牢獄ではない。ゴシックロマンスの核心だ。女性への抑圧が具体な空間として現れたところだ。その中でジェーンは狂気と抑圧の影と向き合う。そしてその狂気は、単なる、狂った女性、ベルサ、メイソンだけではない。社会が女性に強要した沈黙の狂気なのだ。画面。ベルサ、メイソンの影が壁を横切り動く。ジェーンの眼差しが燃える。ナレーター。ベルサ、メイソンは狂気の象徴ではない。抑圧された女性性の鏡だ。ジェーンが言えない怒りを、ベルサが叫ぶ。ジェーンが隠さなければならなかった欲望を、ベルサが燃やす。ロチェスターが彼女を地下に閉じ込めること、それは不正な秘密を隠すだけではない。不健性が自らの偽善を覆い隠すために、女性の声を殺す行為だ。画面。霧がかかった中、馬に乗った男性が倒れ、ジェーンが堂々と立つ場面。ナレーター。次にロチェスター。彼はビクトリア時代の英雄ではない。誘惑者だ。愛という名のもとに、ジェーンを自分の救い主にしようとする。私を助けてくれ。君が必要だ。というが、ジェーンは答える。私はあなたの道具ではない。私はあなたの仲間だ。と、画面。ロチェスターの前に立つジェーンのシルエット。背後でブランフィールドホールが炎上する。ナレーター。この瞬間がゴシックロマンスの転覆だ。従来のゴシックは女性を犠牲にした。だがジェーンは犠牲者ではなく、勝者だ。彼女は平等でない愛を捨て、道徳な自尊心を脅かす財産も拒む。自らの道徳自尊心を清殿のように掲げる。画面。教会で一人祈るジェーン。背後には空席。その上に、女性の席という文字が浮かぶ。ナレーター。彼女は使用人でも教師でも介護人でもない。女性成長小説の完成型だ。女性の成長は結婚ではなく、自己存在の確立にある。ジェーンは、女性も男性と同じように感じる。と叫ぶ。私たちは活動できる能力と、努力できる場が必要だ。と、これは個人な訴えだけでなく、チャータリズムの響きだ。女性の権利への宣言だ。画面。ロチェスターの目を撫でるジェーン。ロチェスターは盲目で足が不自由。財産は消失した。ジェーンは彼の手をしっかり握る。ナレーター。最後の場面。ロチェスターはもはや支配者ではない。盲目で不自由になり、名誉も失った。そんな彼にジェーンは言う。私はあなたと共にいる。あなたが私を愛しているからではなく、私たちが互いに平等に愛し合うからだ。画面。二人が手をつなぎ、朝日が昇る風景。ブランフィールドホールは廃墟となり、新しい家が建てられる。ナレーター。これがゴシックロマンスの真の革命だ。女性は救われる側ではなく、救う側になる。愛は権力の交換ではなく、自由の伴侶関係になる。ジェーンは結婚で安定を得るのではなく、自己のアイデンティティで安定を築く。画面。本棚に置かれた。ジェーン。エア。本棚の奥にベルサ。ヘレン。ミス。テンプレ。リード夫人の顔がぼんやりと浮かぶ。ナレーター。この小説は単なるロマンスではない。女性の声が目覚める瞬間の記録だ。女性は檻から脱出し、狂気の影の中でも、自らの道徳自尊心を守り、自分の名前で生きる方法を学ぶ。画面。黒い背景に白い文字が浮かぶ。私はジェーン。
エアだ。私はあなたの妻ではない。私は私自身だ。音楽、ピアノが静かに消えていき、最後の音が止むと、遠くに風の音だけが残る。ナレーター、静かに、彼女が立ち上がった時、世界は彼女を恐れた。今、私たちは彼女を敬う。なぜなら、彼女は私たち全員がなりたかった女性だからだ。画面暗転。タイトル表示。JN。エア。ゴシックの影の中で生まれた女性主体性の聖書。屋根裏部屋に閉じ込められた狂った女。不気味に響く笑い声。そして激しく燃え上がるベッド。こうしたゴシック小説のような恐ろしい演出は、ただ読者を驚かせるためのものではありません。これらは、押し殺された女性の怒りや、社会の偽善を象徴しているのです。登場人物のバーサ、メイソンは、単なる物語の道具ではありません。彼女は、帝国主義や男性中心の暴力がもたらした悲劇を体現しています。現代の女性主義や、植民地支配の視点から読み解くことで、その真実がはっきりと見えてきます。しかし、物語の結末にある幸せな終わり方には、どこか不安が残ります。ジェーンは、遠い親戚の叔父から突然、遺産を受け取ります。当時の女性にとって、自分でお金を管理できる自立した状態になることは、とても珍しいことでした。ここが重要なポイントです。もしお金がなければ、ロチェスターの元へ戻ることは、ただ彼に従うことを意味したでしょう。でも、お金があったからこそ、二人は対等なパートナーになれたのです。それでも、ある批評家たちは疑問を投げかけます。ヘレン・バーンズの自己犠牲や、ジェーンが最終に家庭という小さな世界に収まったことは、それは本当に自由になったと言えるのでしょうか。それとも、ただ壁が少し優しくなっただけの、新しい閉じ込められた状態に過ぎないのでしょうか。JN、エアという物語が時代を超えて愛される理由は単なる恋愛物語だからではありません。地味で貧しくて誰にも注目されない少女であっても自分の意見を言い、感じ、選び、そして誰かに聞いてもらう権利があるというとても激しく根本な主張があるからです。このメッセージは国や時代を超えて響き渡ります。だからこそ中国の10代の若者もアフリカの学生もアメリカの大学生もこの本を開いた時、古い遺物ではなく自分自身を映し出す鏡を見つけることができるのです。さて、ここからは現代における書き直しや新しい作品への作り替えについて見ていきましょう。ジェーンの声が新しい文化の中でどのように進化し続けているかを探ります。この物語は、もともとは男女の愛を描いた神話のようなものでした。しかし、社会の端に追いやられてきた人々、特にクイアの作家であるジャネット・ウィンターソンのような人々が、この物語を自分たちの視点で書き直してきました。海を越え、日差しに焼かれても突き進むという強い感情や考え方を借りて、自分たちなりの在り方や新しい欲望を表現しようとしたのです。ジェーンが放った数百万の人々が自分の運命に静かに反抗しているという有名な言葉、これは単なる個人の願いではなく政治な意識の芽生えとして捉えられます。当時の批評家たちはこれを道徳な過激主義だと激しく非難しました。女性が自分自身の人生を決めようとすることが当時の階級や性別、信仰という厳しい上下関係を脅かすものだったからです。物語の最後、フェーンディーンでジェーンは絆を得て、遺産を手に入れ、結婚します。しかし、その幸せはとても不安定なものです。この小説は、単純にめでたしめでたしで終わることを拒んでいます。喜びと同時に、脆さも共存しています。男性が支配する世界で、苦労して手に入れた自立がいかに不安定であるかを物語っています。他のブロンテ姉妹の作品と比較すると、その違いがよくわかります。ビレットという作品では、結婚の幸せではなく、絶望が描かれています。バベルの塔のように巨大な絶望が、女性の願いを消し去ってしまう物語への批判が込められています。ワイルドフェル、
ホールの住人では男性の支配をひっくり返しています。主人公のヘレンは叔母の助けで遺産を確保します。それによって男女の格差が消えるのではなく、むしろ明確になります。感情な平等ではなく、仕組みとしての正義を求めたのです。また、嵐ヶ丘では文明化されることよりも野生の自然が優先されます。それに対してジェーン・エアーは家の中で本を読みふけるような内面な成長や教育、そして自分を律して作り上げることの大切さを肯定しています。また、心理学な視点や象徴な意味も隠されています。フロイトの夢の理論のように、部屋が女性を象徴していたり、スイートルームが結婚や別の意味を持つことが示唆されています。また、身体な象徴を通じて、女性の体や寝室、そして文章そのものが激しく争われる象徴な場所として描かれています。そして最も重要なのは、ジェーンが最後に手に入れたのは、愛や富だけではなかったということです。彼女は、自分の物語を自分の手で書き、所有するという、書き手としての権力を手に入れました。これは、女性が自らの物語を支配するという、とても強い意志の表れなのです。つまり、ジェーン・エアという物語は、一度完成して終わったものではありません。今もなお、多くの人々によって読み直され、書き直され続けている、生きている文化な戦いの場なのです。この物語の力は、あえてはっきりさせない曖昧さや、脆さにあるのかもしれません。だからこそ、性別や考え方、権力の在り方を超えて、時代ごとに新しい意味を見つけ出すことができるのでしょう。さて、ここからお話しするのは、ジークムント・フロイトの夢の解釈という本に関するお話です。全部で7つの部分に分かれたうちの第4の部分に注目してみましょう。ここでは、夢に出てくるシンボルについて詳しく分析されています。例えば、愛という言葉がどのページにあるかといった作品のようなリストから、フロイト自身の文章までが混ざり合っています。特に面白いのが、部屋や家、何かを入れる容器が、女性の体や女性らしさを表しているという考え方です。フロイトは、言葉の習慣からもこのヒントを得ました。ドイツ語には、女性を意味する言葉の中に、文字通りに女性の部屋という意味の言葉があるからです。ここから、夢の中の部屋は女性を象徴していると考えました。具体にどのようなシンボルがあるのか見ていきましょう。まず、部屋は女性を表します。さらに、ドアや窓は体の開き後部を意味すると考えました。次に、箱やチェスト、オーブン、そして船などは地球を表しています。また、テーブルやベッドは結婚や性な結びつきを意味します。花やつぼみについては、女性の生殖期や純潔を表すとされています。フロイトは、植物にとっての花は、まさに生殖期そのものであると指摘しています。こうした精神分析の考え方では、心に押し込めた性な欲求が、シンボルに置き換わって夢に現れると考えます。このシンボルの仕組みは、適当に決まっているわけではありません。言葉の使い方や、体の経験、そして子供の頃に抱いた考えに基づいています。また、意味を逆にしたり、複数の意味を一つにまとめたりすることが、夢の仕組みの鍵となります。文化な例も挙げられています。例えば、鍵と鍵穴を使った比喩や、エジプトのファラオという言葉が大きな中庭を意味することから、囲まれた空間が女性なものに結びついていることなどが語られています。こうした傾向は、ドイツ語だけでなくフランス語など、他の言語でも共通して見られるようです。フロイトが強く主張したのは、夢のシンボルには体系なルールがあるということです。例えば、いくつもの部屋が並んでいる様子は、売春宿やハーレムを意味することがあります。鍵のかかった部屋は、そこに入れない不安や、抑圧された気持ちを映し出しています。さらに、家の構造は人間の体に例えられます。天井は頭に当たり、そこに雲がいる夢は、頭痛を意味することがあります。つまり、無意識の世界は、幼い頃の性な発達や文化な比喩によって作られた、
暗号のような言葉で話しているということです。この考え方は、世界共通の夢のシンボルを理解するための基礎となりました。後にユングなどの分析家たちが、この視点を広げたり、疑問を投げかけたりすることになります。続いて、全体の5番目の部分について見ていきましょう。ここでは、夢のシンボルやフロイトの理論、そしてシェイクスピアなどの文学分析や、芸術における聖な昇華について議論されています。ここでも、夢がどのように聖なシンボルを使っているかが深く探せられています。例えば、部屋や階段、鍵、ランプなどが象徴に解釈されます。部屋は先ほどと同じく女性や女性の体を表します。鍵は男性の生殖器を意味し、部屋の鍵を開けることは、聖な挿入を意味します。階段については、上り下りするリズムが性行為に似ているため、交わりを象徴していると考えられます。また、ランプも男性なシンボルとして扱われています。こうした分析には、フロイトが書いたヒステリーの一例に関する分析などの初期の作品も引用されています。そして、こうした本能な欲求が、芸術や文学という形に昇華されていく様子が描かれています。芸術や文学は、言葉にできない思いを隠れた記号で伝えることがあります。特に、抑え込まれた感情が象徴となって現れるのです。血や傷跡、そしてお花々を見てください。これらは単なる描写ではありません。曖昧な性的な意味を秘めた隠喩なのです。シェイクスピアのジュリアス・シーザーを考えてみましょう。そこで描かれる流血は、自制心の喪失を表すとともに、男性の体が女性化していく様子も示しています。血を流す男性は、まるで女性のようです。これは当時の男らしさという理想に対する静かな挑戦です。花のイメージにも深い意味があります。乙女のつぼみという言葉は、純潔や無垢、そしてその喪失を連想させます。夢の中で赤花が色あせていく様を想像してください。それは、幼い頃に犯したとされる過ちへの罪悪感を映し出しているのかもしれません。言葉遊びもまた、夢の論理において重要な役割を果たします。例えば紫の花を意味する単語と侵害を意味する単語は音が似ています。この音の重なりは処女膜の破れやある痛みの止める心を暗示します。夢の中では複数の考えが一つに凝縮され別の場所へ置き換えられます。花言葉はまさに暗号のようなもの、そこに隠された性的な意味を読み解く鍵となるのです。性別と体の表現についても考えてみましょう。文学作品では女性は感情や憐憫、弱さ、移り気さと結びつけられる傾向があります。これは男性キャラクターを描くときでも同じです。コペリア・カーンという研究者はジュリアス・シーザーにおける性別と権力の関係に疑問を投げかけました。理想化された純潔と現実の体との間には常に葛藤があります。中心に咲く花束のように純粋は飾られながらも内側では欲望とせめぎ合っているのです。今日は苦心継承や自己罰、自己非難、迷信といったテーマも無意識の罪悪感や抑圧された衝動と深く結びついています。昔話や民話はこうした無意識の内容を保存するはこのようなものです。赤ずきんやルンペルシュテル編、6話の白鳥といった物語には、アイデンティティの変容や禁忌に関する深い構造が息づいています。日曜の道具にも象徴的な重みが宿ります。平らな面を持つテーブルは、中心を強調し、純潔を連想させます。船やかまど、箱は子宮のような容器として捉えられます。好きなどの農具は大地を耕すように加入するという男性的な比喩となります。フロイトの学理は夢の解釈や象徴、幼児期の性、抑圧について繰り返し参照されます。シャーニーやパスタ、カーン、
スプレングネーサーといった学者たちはシェイクスピア作品の知のイメージを分析しました。ゲーテの詩にある裏切りの描写は花や開花のイメージが女性の性とどう結びつくかを示しています。ポッチョ・ブラッチョリーニが積んだ笑い話集には下品な冗談や排泄に関連するユーモアが含まれており、それが当時の性の笑いとして機能していました。これらの断片的な記録はまるでバラバラに散らばったパズルのピースのようです。途中までしか書かれていない文章や学術的注釈が混在していますが、それらをつなげると一つの大きな絵が見えてきます。この探求はまだ続きます。昔話の中の象徴性はさらに掘り下げられるでしょう。排泄の機能や尿の行為が夢の中でどのような象徴として現れるかも考察の対象です。冗談や喜劇の話に戻れば、卑猥な言葉や二重の意味、優越感に基づく笑いも再び登場します。ダンテの作品に登場する金星や太陽、ベアトリーチェといった天文学的なイメージは詩的な象徴についての余談として語られるかもしれません。外傷や転生、テレパシー、長寿が夢の中の象徴、不気味なものといった概念はフロイトの学理における妥協形成と思考の全能性と絡み合います。プラトの狂言やシェイクスピアのテンペスト、ビルヘルム・マイスターの修行時代といった文学作品もこの広大な地図の一部です。すべては人間の心の奥底にある言葉にならない真実を探る旅なのです。ゲーテの作品から始まり、文学の世界を深く掘り下げていきましょう。ここでは文学批評の断片な記録が並んでいます。特にイギリス小説の伝統の中でジェーン・オースティンが果たした役割について詳しく触れられています。シャーロット・ブロンテのジェーン・エアーやジョージ・エリオットとの比較も行われています。また、女性が書くということについて、バージニア・ウルフのような視点から、性別と作者の関係についても考えられています。さらに、ジェーン・エアーへの答えとして書かれた、ジーン・リスのワイド・サルガッソーシーという作品を通じた、ポストコロニアルな批判についても言及されています。日本の夏目漱石が、ビルドゥングスロマンという西洋の成長小説の形式にどのように向き合ったかという点も盛り込まれています。データの中には、ベクトルデータベースという、AI の学習や検索に使われるデジタルアーカイブから抽出されたことを示す印が見られます。この資料を詳しく見ると、整理された作品のような部分と、学術な文章が交互に現れる構成になっています。繰り返し登場するのは、性別や心の傷、無意識の欲望、そして小説における道徳な意識、さらには異なる文化の間で文学がどう影響し合ったかというテーマです。急に内容が切り替わったり、特定の印が繰り返されたりしていることから、これは大きな本や学術なデータベースから、アルゴリズムによって切り出された断片な部分であると考えられます。この内容は、フロイトやラカン、ユングといった精神分析の理論に基づいた批評な解説書やガイドブックのようなものだと思われます。心理学と文学、そしてジェンダー研究を組み合わせた学際な研究かもしれません。ジュリエット・ミッチェルの精神分析とフェミニズムのような臨床な概念と文学な概念の両方を作品に持つ作品に近いでしょう。漱石やブロンテ、オースティン、リース、そしてゲーテまでが登場することから、比較文学の視点がある一方で、使われている専門用語からは、精神分析な枠組みに基づいていることがわかります。この断片な記録は、ジェーン・オースティンの語りの技術や、文学史における彼女の立ち位置、そしてヘンリー、ジェームズやリチャードソン、フィールディング、シャーロット、ブロンテといった他の小説家との比較について論じています。また、18世紀の読書習慣における女性の役割や
小説という形式がどう進化してきたかについても触れています。まず、ジェーン・オースティンの語りの素晴らしさについてです。彼女は、それまでの作家たちが完全には解決できなかった2つの大きな課題を乗り越えました。サミュエル・リチャードソンが追求した感情の深さや手紙形式の表現、そしてヘンリー・フィールディングが追求した外側から見た現実感や構成力、オースティンはこの両方を高いレベルでまとめ上げたのです。特にエマという作品では、登場人物の心理が少しずつ明らかになっていく手法が使われています。これは、ヘンリー・ジェームズがメイジー、ファレンジやランバート、ストレザーという人物を描いたやり方に似ています。彼女は、外から見た振る舞いや社会な状況という現実感と、内面の思考や道徳な判断という現実感を見事に融合させました。その作品は、本物であるという感覚、社会への鋭い洞察、そして社会の秩序を保ちながらも、一人一人の個性を描き出した点が高く評価されています。次に、文学の伝統における彼女の立ち位置です。彼女の小説は、イギリス小説の発展における一つの頂点を表しています。そこには、社会の大きな変化が反映されており、特に女性が単なる読者ではなく、文学の世界を形作る書き手として、その役割を強めていったことが示されています。そして、18世紀の女性と読書についてです。当時、多くの小説が女性によって書かれていましたが、それは数が多いだけで、質が高いとは見なされない傾向がありました。女性はたわいもない小説や恋愛物語ばかりを読んでいるという偏見もありましたが、実際には誇張されていたと考えられます。多くの女性は宗教な本に惹かれていました。また、教育を受ける機会が少なかったため、古典な文章に触れることは困難でした。そのため、宗教以外の物語、つまり世俗なフィクションが、多くの女性にとって親しみやすく、人気のある読書形式となったのです。最後に、シャーロット・ブロンテとの比較です。断片な記述の中で、シャーロット・ブロンテのジェーン・エアーについて触れられています。特に、主人公のジェーンが抱いた、視覚な力と自由への強い憧れについてです。当時の基準からすれば、このような欲望は問題視されたり、危険だと思われたりするものでした。視覚な力を切望したという言葉には、家庭や社会という狭い制約から逃れ、それを超越したいというジェーンの切実な願いが込められています。このように、この資料はジェーン・オースティンを、物語の形式を完成させた極めて重要な人物として位置づけています。昔から受け継がれてきた小説を書くための伝統は、長い時間をかけて少しずつ磨かれていきました。その結果、深みがあり、バランスが取れていて、非常に考えさせられるような作品が生まれるようになったんです。この変化は、女性が文学に関わる文化にも大きな影響を与えました。本を書く作家としてだけでなく、本を読む読者としても、女性の関わりがどんどん大きくなっていったのです。そんな時代に生まれた作品の中には、特に印象な女性キャラクターがたくさん登場します。例えば、傲慢と偏見、ノエマ、ウッドハウスや、ジェーン・エアの主人公がそうですね。これらのキャラクターは、当時の社会が女性に求める普通の生き方と、自分自身が本当に叶えたい夢との間で、常に揺れながら戦っています。ちょうど、周りの人から、こうするべきだ、と求められる道と、自分が心から進みたい道の間で葛藤している状態に似ているんです。もしあなたが、この抜粋の出典を探したい場合や、これらのテーマをさらに詳しく知りたい場合、あるいはオースティンとブロンテの作品をより深く比較したい場合、さらには紹介された物語の作り方の技法を分析したい場合でも、お手伝いできますよ。どうぞ、あなたのご希望をお聞かせください。